今日はトヨタ交通安全センターモビリタで走行データ計測半日プログラムに参加するため、富士スピードウェイにやってきました。早く到着したので少し散歩して時間を潰しています。ショートコースの走行を眺めたり、このレイアウトは筑波線に似てるのかな、勾配があってそうでもないのかな。走ってみたいけど遠いんだよな、どうしよう、また考えよう。ショートコースの隣の丘の上に30度バンクなるメモリアルパークというか遺跡というか遺産というか階段を登った先に壁のようにそそり立つ古びたコースが残されていて、ウィキメディアによると30度バンクは全長 1.6km のホームストレートから速度をほとんど緩めることなく突入するという迫力のある区間でサーキットの名物となっていた。開業以来、事故の多発と数々のエピソードから誰言うともなく魔の30度バンクと呼ばれるようになっていた。1974年6月の事故を受け、同年7月以降、30度バンクは使用されなくなった。とのこと。この壁で激しい戦いが繰り広げられていたことでしょう。そのうち、ホッケンハイムのオストカーブと同様に静かに安らかに森に帰ることでしょう。当時のレースを見てみたかったものだわ。第1コーナーのスタンド席。今はバイクのフリー走行の時間のようで、いろんなバイクが走っていて面白い。ホームストレートからタイトなファーストコーナーへのアプローチはさぞ大迫力とアンゴルモア大魔王と遭遇的恐怖を感じることでしょう。富士は走ったことがないけど、いつか走ってみたいわ。ただ、私のように180リミッター付きの車だとモテギみたいに、ストレートの途中でリミッターに当たらないように、アクセルを戻したり、また踏み込んだり、それが嫌なんだよねー。みんなはどうしてるのかしら。リミッター解除。もうなんか車に悪影響がありそうだし、また考えましょう。車と違い、鉄の鎧で身を守らない現代の騎馬武者たちよ。万有で走ることなく、無事なご帰還、とご武運を。そろそろいい時間になったのでモビリタに向かうこととしましょう。実は1年くらい前に、走行データ計測半日プログラムに初めて参加して、笑っちゃうほど散々な結果だったので、この1年意識的に練習してきて、今回は少しでも良くなっているかなと期待を込めての参加。少しは良くなっていればいいな。来月の筑波線での自己ベスト更新に向けてのいいアドバイスもいただけると嬉しいな。なんて思いつつ、張り切っていきましょう。モビリタに入場して真っ先にアルコールチェック、安全管理、安全意識向上を目的と謳うモビリタ。トヨタが開発したモビリタは伊達じゃない。講習料13,200円税込みもいい意味で伊達じゃない。では早速計測するコースとその計測されるデータの意味合いから解説を始めていきましょう。コースは Google マップよりズバリこれでしょう。データ計測はここから細かい S 字は無視してストレート、進入で緩い右、奥できつい右複合コーナー、つなぎのストレートを立ち上がった後の左コーナーを抜けた、ここまでを計測。数周回る時の計測区間以外は自由に走れるプレーゾーンで、これがまた楽しいこと。数回スピンをしてしまったわ。路面は滑りやすい路面とのこと、雪道なんかのイメージみたいで、散水しているので洗車も兼ねているのかな。プログラムのタイムスケジュールはこんな感じよ。ターゲットブレーキに使用する車はカローラスポーツ。ハイブリッドカーでオートパーキングブレーキ。最初はエンジンがかかってるのか止まってるのか勝手に動き出さないか手間取ったわ。レーダー計測は車を乗り換えて、レクサスの RCF だったか IS といったか、とにかく高級なオーラを強く放つ車だったわ。きっ
と私では生涯年収をはたいても買えないでしょうね。本当にぶつけなくてよかったわ。講習中の車内でのデジタルカメラの使用は禁止されているので車載の映像はないけど、データ計測中の風景はこんな感じよ。計測前は前回の散々な結果をさらに下回る結果だったらどうしようとか思ったけど、計測中はとにかく頑張って楽しんだわ。早速計測を終えた結果を解説していくわ。走った後にコントロールタワーの2階に移動してパソコンで確認するんだけど、まずはお手本がこれよ。赤い軌跡が計測したデータで、上が加速、下が減速、左右が横の G の変化を示しているわ。緑の円が摩擦円といったところかしら。加速 G より減速 G の方が強烈なので摩擦円も少し下に配置されるようね。それにしても摩擦円の限界ギリギリを沿わせたコントロール、タイヤをフルに使い切った美しい芸術品だわ。それに対して私の前回のデータがこれよ。あえて言うわ、愚策であると。もはや宇宙人のいたずら書きのレベル。一応ダメ出しすると。まずブレーキのリリース。ステア操作との連携が取れてなく、せっかく集めた前荷重を逃がしている。そのため、旋回初期から荷重が抜けていて、すぐにタイヤが滑り、ぐちゃぐちゃ。しかも、それは、自分で、それを招いている。全く、この部分が使えていないので、いいタイヤを履いても使いこなせない、ごく低レベル。この時いただいたアドバイスは、一般道路でも意識して対策できそうなアドバイスだったので、実践し続けてきたが、その結果にあたる今回のデータがこれよ。これは計測1回目のデータで、目標は円を大きくすることと角の部分をなくすことだったからすごく嬉しかったわ。でもまだ改善の余地がたくさんあるわね。2回目はこんな感じで慎重にアドバイス通り電子制御に介入させないギリギリを意識したけどダメだったわ。慎重さのあまり円が小さくなってる気がする。リファインを意識しながら次の課題は立ち上がりのぐちゃぐちゃをなくすことかな。それとブレーキについてだけど一度に何でもかんでもは対策できないけど、このデータはインストラクターさんのデータなんだけど、上のグラフの緑色のラインが車速、下のグラフの赤い実線が減速、加速の G を示しているわ。ちなみに、青いラインと赤い点線は無視してね。おおよそ87キロのトップスピードから減速を開始しているんだけど、このように、車に減速を開始するよアピールをした後で、短時間に一気に必要な減速 G を立ち上げていることがわかるわ。それに対して、私の1回目のグラフを重ねてみると、おおよそ83キロのトップスピードから減速を開始しているんだけど、減速を開始するよアピールが、速度が遅いにもかかわらず、同じところから始まり、その上、そこにかけてる時間が長いことがわかるわ。そのため、よりブレーキに時間を使っていて、この部分も大きな問題点だと分かったわ。さらに2回目なんかだと、73キロとさらに車速が遅いのに、同じところで、減速を開始するよアピールをしたもんだから、思いのほか減速しすぎている。と、ここで気がついて、帳尻を合わせようとして、ブレーキの動力を抜いているわ。講習車はオートマよ。でも実際、サーキットを走行する愛車は、そう、マニュアル車なのよ。ブレーキの操作をしている右足で、さらにアクセルを同じ右足で煽る必要のあるマニュアル車なのよ。もっとしっかりブレーキをコントロールする必要があって、かつブレーキ動力を変えずにグリッピングの回転数をぴったり合わせて、クラッチをつないだ瞬間のエンブレや加速もブレーキ動力の変化と同じ失敗であると強く意識する必要もあるわ。ブレーキ操作、
できていたつもりでも、実際オートマでこの低たらくですもの。まずはブレーキをしっかり身につける必要があると気づかされたわ。本当に、このプログラムは、運転のスキルアップを求める方にはおすすめよ。クローズドコースでは、高いタイヤを買うよりもリーズナブルで意味のある買い物だったと思うわ。もちろん、一般道路では自身や周りの安全のためにも、性能も値段も高いタイヤがおすすめだけどね。今回のレポートはこれでおしまいよ。一般道路でも意識して臨めるアドバイスももらえるし、何より課題が目に見えるのは本当に嬉しいわ。ぜひとも訪れてみてはいかがかしら。また、チャレンジして結果をレポートさせてもらうわね。